こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューの小樽の部屋を覗き見させてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は響さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあ響さんについて自己紹介をお願いします。松原響と申します。今年で26歳の卒になりまして、普段は池袋の方で会社員の方をしております。で、趣味は洋服が好きなので、休日に洋服を買ったりあとは最近お笑いがすごい好きなので、ちょうど M1 グランプリが始まるので劇場にライブを予選を見に行ったりして、普段楽しんでいます。はい、本日はよろしくお願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が、ワンルームですということで、大体平米数はどれくらいですか？33平米ぐらいですね。はい、ということでこの物件を何か住むにあたって選んだポイントというか、そういうのって何かあったりしますか？そうですね、まず屋根が結構特徴的な、建物だったので、それを物件サイトで見た際にはもうここだと思ってすぐ内見に行ったっていうのが1点ですね。であとはこれまでずっと、レオパレスの方にそうですね、数年間住んでいたので、今度は広々とした空間で、住めればいいなという思いが強かったので選ばせていただきました。はい、ということで本当に内装がかなりちょっと独特な物件ということで、それを生かして多分お部屋をね作ってらっしゃると思うので、ちょっとそのあたりのこだわりいろいろお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまず最初にリビングちょっと紹介いただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい、こちらへどうぞ。はい、失礼します。天井めちゃくちゃ高くないですか？そうですね、実際に測ったんですけどだいたい3200ぐらいでした。やっぱ高いですね。はい、ということでじゃあまず最初にこのお部屋のこだわったポイントやコンセプトがあればちょっとお尋ねしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？そうですね、結構建物自体のポテンシャルがあるので、家具選び生活する上で、ストレスがかからなかったり、っていうところを意識して、建物の雰囲気に合わせるように、家具選びは、しましたね。あとは、色味もなるべく落ち着いた色味っていうのを、基本、揃えるようにして、小物でちょっと色を出すようにっていうので、選んでます。こちらのじゃあまずウッドのこの棚ですね。はい、こちらからちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらで購入されたアイテムですか？こちらはですね、Amazon で購入したものなんですけれども、物とかも収納できるっていうのはもちろんで、上にも座れますよっていうベンチ型のそうですね、家具になってますね。すごい。結構じゃあ Amazon だとちょっとお値段も少し安かったりするんですか？そうですね、すごく13000円ぐらいで、はい、安い。結構安価に手に入りました。こういう中とかは普段はどういうものを収納されるんですか？そうですね、中は基本はもうインナー類の洋服だったり、電化製品でも使わないものとかを基本は入れたり、あとトラベルグッズですかね。じゃあちょっと生活感のあるものとかを中に入れたりとか。はい、そうです。じゃああとはちょっと上に置いてあるディスプレイしてる雑貨を聞いていきたいんですけど、まずこの左側はこれ書籍とか本ですか？そうですね、ガロっていう2002年で廃盤しちゃった漫画になるんですけれども、中見ると小説チックなものもあればだいぶポップな漫画のものもあって、有名な作家さんだと水木しげるさんとかで、作品だと猫汁って知ってますか？知らない。結構内容ブラックな作品とかがあって、ジャンプとかって結構ハッピーエンドとか勝利とかで終わったりするんですけど、結構暗いまま終わっちゃったりする作品とか結構あるので、そうですね、でもそういったの好きな方も結構いるので、それでちょっと YouTube で見て興味を持って試しに読んでみたっていう感じですね。1900結構50とか60ぐらいから始まってて2002年で終わっちゃったような感じなので、結構何百冊ぐらいもありそうですよね。じゃあその一部を今はディスプレイというか置いてらっしゃるみたいな感じなんですか？そうですね、一回ちゃんと読んでみたいっていうので置いて、結構パッケージも結構消費者が結構おしゃれなので、書体も可愛いですね。そうですね、インテリアにもなるかなと思って、読みつつそのまま置いてたりしてます。こちらはまだ中開けてなくて、今後時間が空いた時に読もうかなって思ってます。あとはそのお隣、これはお皿の上というかトレイの上にいろんな
アクセサリーとか置いてらっしゃるみたいな感じなんですか？そうですね、基本は鍵ですね。お家の鍵とか普段身につけるアクセサリーとかは置いてたりして、マムワンちゃんっていうキャラクターのものなんですけれども、こちらのキャラクター僕大好きでそうなんだ普段集めるようにしてて、こちら一昨年の誕生日に友人からいただいたものになります。あとはこのラグ状のレコードディスクというか、はい、これもすごい個性的ですけど、どちらで？そうですね、こちらは、メルカリでオーダーメイドができるタフティングの方がいらっしゃったので、画像を送るとそれ通りに縫ってくれるんですよね。すごいですね、技術。そうですね。それでここのスペースをちょっとなんかレコードとか置いて、なんか DJ ブースみたいにしたらなんか良さげなんじゃないかと思って、レコードの形にお願いしますっていうのを出品者に頼んで作ってもらいました。だいたい1万円ぐらいで頼みました。お値段もお手頃ですね。そうですね。あとは普段あれですか、こういうスマートフォームとかスマートスピーカーを使ってこう制御しているというか、あれなんですか？そうですね、これはアップルのホームポットミニっていうもうほんと 4,5 年前ぐらいに買ったもので、基本はこう音楽聴くときにこちら使ってますね。あと目覚まし起きるときにこれ使ってます。意外に便利ですよね。そうですね。でも声で操作できちゃうので、止めてっていうとちゃんと止まってくれて、そのまま寝ちゃう時あるので、そこでね。で、そうですね、声だけ出して止めに行くムーブがやっぱり必要だなっていうのはたまに思います。そっかそっか。わかりました。あとはじゃあまたちょっと今度こっちのお隣ですね、の方に移動していただきたいなと思うんですけど、こちらがメインのスペースということで、まずじゃあ一番左奥側にあるこのラウンジチェアといいますか、こちらの一人掛けの椅子からお尋ねしてもいいですか？そうですね、こちらは普段よくキャンプに行ったりするので、最近だと10月に朝霧ジャムっていう静岡県でやるライブとキャンプが一緒になったようなイベントがあって、それを行く際に本当キャンプ用で買った椅子になりますね。で、そうですね、こちらも Amazon で買って結構安く4000円ぐらいで買いましたね。じゃあ屋内屋外兼用で使えるみたいな。そうですね、キャンプで使った後もいいなと思ってそのまま置いちゃってます。あとはその奥かな、またこのルームシューズというか JW アンダーソンっていうユニクロとかとよくコラボをされているブランドになるんですけれども、2324AW のシーズンで作ったカエルのスライドなのかな、ここにウェリペッツっていう入ってるんですけど、ウェリペッツっていうのがイギリスの王室とかで子供とかがよく履いてるレインシューズにベリペッツっていうブランドが使われてるんですけど、それとのコラボで今回作られたような形です。そうなんだ。結構そうですね、こちらは洋服好きな友達とかにも結構これきっかけでなんか広がるコミュニティとかがあって、結構自分的には思い出のある品です。僕は全然知らなかったですけど、結構もうアイコニックだからすぐこれ履いてたらあの人じゃんみたいな、なんかなりそうです。そうですね、まだインスタグラムで僕以外に1人しか履いてる方はそうですよね。そうですね、なかなか見ない気がします。履いてないので。あとはこちらの大きなローテーブルについてちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらで？こちらはニトリですね。ニトリなんだ。はい。これは収納とかもできるんですか、中に？そうですね、こっちはもう書類関係をもう入れてたりしたりして、普段はここでご飯を食べるので、座ってこうやってもう持ち上げて、すごい。そうですね、ここで食べてますね。これ便利ですね。結構便利ですね。パソコンとかでお仕事する際も使ってるし、そうですね、ご飯食べる時とかも。で、下には収納できるので、配線とかもちょっと収納できるようにくぼみというか。そうですね。ちょうどここがなんかこうカーブしてるので、ここに全部揃えたりしてなんかこう傷まないようにできます。いいですね。はい。あとは多分このお家でも結構主役級に存在感があると思うんですけど、このプロジェクターとこのスクリーン、これはそれぞれどちらで？どちらも Amazon でそうですね、安く手に入りましたね。で、もともと1台持ってたんですけれども、解像度となんか画質があんま良くなくてちょっと買い替えたものになりまして、でプロジェクターは結構ですね安くて、1万7、8,000円ぐらいでお得、結構安く買えたっていうものになります。ただちょっと音がここから出る音だとちょっと微妙だったので、ソニーのサウンドバーをBluetooth で接続して、こっちだと結構いい音になるので、それでやってますね。スクリーンもそうですね、だいたい1万2、3,000円ぐらいで、取り付けましたね。でただ取り付けが何もアイディアが思い浮かばなくて、結局どうしたかっていうと天井から吊るっていう、これ
は結構頑張って生み出したアイデアにはなるので、そうですね。これはあれですよね、こういうむき出しの天井ならではというか、なかなかつけられないですよね。そうですね。借りる際にオーナーの方にも一回来ていただいて、で何か言われるかなと思ったんですけど何も言われなかったので、このままやっていこうかなとは思ってますね。普段はここでは結構映画とかを見られるんですか？そうですね。YouTube とあとは Netflix を見たりしてます。なんかよく最近見てよかった、映画とか、はい、なんか YouTube チャンネルとかなんかあります？そうですね。Netflix でいうと最近オリジナルで出たさよならの続きっていう知ってますかね？知らないけどカメラマンが知ってるって言ってますね。有村架純と坂口健太郎のものなんですけど、ちょうど1ヶ月前ぐらいに出始めて、でそうですね、それが結構コーヒーがテーマで、コーヒー屋さんとか主人公がコーヒーメーカーに勤めてたりとかして、でなのでそれで結構コーヒー好きになったりして、すごい。そうですね、内容的にもすごく面白いので、まだ見てない方がいたらぜひ見てほしい作品です。なんかカメラマンが気になってるみたいなんで、多分後日チームで見ることになりそうです。あとはじゃあ今度ちょっとこっち側ですねにある、ソファですかね、についてもお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたソファですか？こちらがですね、購入元はメルカリなんですけれども、ブランドはクラッシュゲートっていう、ブランドになりますね。でそうですね、2人掛けのソファーでメルカリなので23,000円で手に入りました。なんか背もたれのデザインもちょっと可愛いですね。ステッチというかちょっとデザインがね。そうですね。あとは色味とこの取っ手のなんかこの木の感じがすごい購入の決め手になりましたね。あとこのブランケットとか、このクッションカバーとかこのあたりのこだわりはどうですか？こちらはですね H&M ホームっていうところで購入をしたもので、落ち着いた色で選んでいきたいっていう中でシンプルすぎてもなーっていう2つのちょうどいいとこ取りななんかアイテムが H&M ホームでたまたま見つかって、そうですね、ブランケットはだいたい7,000円ぐらいで買えましたね。でカバーの方はクッションと含めても5,000円ぐらいで結構安く購入できたので、今後もチェックはしていこうかなって思ってます。わかりました、ありがとうございます。続いてこちらが寝室ということで紹介していただきたいんですけど、まずじゃあこのメインのベッドフレーム、これはどちらで？こちらは、牢屋っていうところで、2万円ほどで買ったシングルベッド用のフレームですね。これ中に収納ができるみたいな感じなんですか？そうですね、この短辺の方から物を入れたりはするので、もう使わなくなった季節物の家電とかあとは洋服とかっていう感じですねは収納して、なるべく物は外に見せないようにしてます。ここのベッドサイドにもなんか雑貨というか物を置けるのいいですね。そうですね、基本はこういったなんか途中まで読んでるマムワンちゃんの本とかっていうのを置いたり、あとは生活的なことだとお水とかペットボトルとかも置けるので、そうですね、結構このスペース助かってます。あとこれ照明とかもこのクリップで留めて、これもなんかいいですね、このベッドフレーム活かしてて。そうですね、こちらは本当になんかもう高校生ぐらいか大学生ぐらいの時に買ったやつなんですけど、 IKEA で2,3,000円とかで安く手に入ったもので、ここにスイッチあるのでこれでつけて、寝る直前などもこの電気のみでスマホ見てそのまま寝てます。あとはこれがルームシューズというかあれなんですか？そうですね、最近もう寒いのでルームシューズ使ってて、これ東海オンエアのグッズになるんですけれども、ピースの2乗のあいつっていうキャラクターで3,800円ぐらいのグッズで、もう出た瞬間に可愛いなと思って買いました。こんな可愛いんですね、東海のグッズって。そうです、結構なんかポップで可愛いですね。はい。あとはこのベッドの上、ここにはこのブランケットというかね、そうですね、かかってると思うんですけど、これはどちらで？こちらはスローダウンスタジオっていうブランケットのところで、そうですね、大体23,000円ぐらいで買えたんですけど、本当決め手が柄がこのヒョウと虎のやつがすごく可愛くて、もうそれがもう決め手ですね。どうですか、これ肌触りというか使い心地というか？そうですね、結構なんかゴワゴワしてなくて、なんかソフトな素材になっているので、基本はあっちのソファーとかで使う時
にかけたりとかしてますね。あとは普通にこうデザインがいいのでそのままこう置いといたりしても結構絵にはなるので使ってたりしてますね。いいですね。使わないときはこうディスプレイしてるの。そうですね。こっちそうなんか吊り下げるのって、すごいいいアイディアだなっていうのをなんか六本木とかのインテリアショップで結構こうシルクの布とかをこう垂れ下げてるのってすごくいいなと思ってひとまずこれでやってます。物件ならではですね。そうですね。またじゃあちょっと奥の方ベッドの頭上のお話聞いていきたいんですけど、はい、この辺のベンチとか棚、これはもうあれですか、まずこの壁付けの棚というかこれはもともと備え付けなんですか？そうです。こちらはですね、無印の壁に取り付けられるシリーズで賃貸なので穴ちっちゃく取り付けられるような棚を2つ大学生の時に買ってそれを今でも使ってる感じですね。この辺のなんかオブジェ左側のサボテンとか、あとなんだっけどんどんちっちゃくなっていくやつ、マトリョーシカだこの辺はなんかどちらで購入されたんですか？マトリョーシカの方はメルカリで、2,000-3,000円ぐらいで安く、買えたっていうのと、サボテンだけ別の店でですね、パルコの4階にある椅子の店知ってますかね？奇抜な椅子たくさん作ってるところ。そうですそうです。あそこの方で買った、サボテンのオブジェですね。もともとなんか観葉植物買おうと思って外出したんですけど、これがあまりにも可愛すぎてこれ買って満足して帰りましたね。こういうなんか筋肉マンみたいなポーズしてますね。可愛い。なんかマトリョーシカのなんかこう背の順にもいい感じになってて、なんかうまい具合になってますよね。そうですね。ここだなって。あとはこの上にあるポスター、はい、これはどういうポスターなんですか？こちらがですね、引っ越しをしたタイミングで元職場の、後輩が書いてくれたものになるんですけれども、そうですね、なんかゴールデンレトリバーかブルドッグどっちがいいかなっていう話してて、ブルドッグかなって話してて、でそれでそれをモチーフにしたイラストを描いてもらいましたね。もともとなんかイラストを描いている活動とかもされてたようなので、なんかパパッと、しかも友達価格で安く描いていただきました。これなんか QR コードついてますけど、なんか読み込むと、そうですね、こちら読み込むと普段こうイラストを描いているインスタの、方とあと X の方に飛べるようになってます。そうなんだ。あとはまたベンチについてちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、このベンチはどちらで？こちらは無印良品ですね。9,000円ぐらいで手に入って、上も下も無印なのでなんか木の雰囲気とかはすごく似てて、上下で揃えようかなと思って購入しました。この辺は結構花器とか割とこの特徴的なデザインのものがありますけど、この辺はそれぞれどちらで購入されたんですか？この2つがですね、立川でやってるでっかい飲みの市があって、そちらで、朝霧ファニチャーですねっていう大阪に普段あるショップがそこに出店出されてて、どちらも4,000円台で買えたんですよ。めちゃくちゃ安くて、でいいなと思って、そうですね、2つも同時買いしました。そのお隣か、ぬいぐるみだったの？ぬいぐるみですね。これさっきもたびたび出てきてる。そうですね、これでアマンちゃんですね。六本木の森美術館があって、そこのお土産コーナーで買えたぬいぐるみで、結構ぬいぐるみにしては作りしっかりしてて5,000円とかで買いましたね。ポストカードも同じあれですよね。これも、これが代官山蔦屋で買ったんですけど、セットでポストカードも横にあったので、買いましたね。で漫画なんか見ていくと全く同じページのものがもうポストカードとしてあるっていう感じでしたね。はい、わかりました。あとはじゃあ今度その後ろ側のお話を聞いていきたいんですけど、こちらのスペースはどういうものを置いてらっしゃるスペースですか？こっちですかね。そうです、棚ですね。棚はそうですね、基本はお家で着るような洋服っていうのを収納したいっていうのが一番と、あとはワンマイルウェアとかで普段着やすいものを置いていくっていうのが一番で、その上にフレグランス系が置ければいいかなと思って、この棚も購入しましたね。それぞれ結構香り系のものいくつかアイテムありますけど、ちょっとじゃあ、ディフューザーとあとお香、ちょっとそれぞれお尋ねしてもいいですか？手前にあるお香がですね、アポケーテフレグランスっていうスティック状のお香で、ここに火つけて香るようなものですね。かなり種類があって、すごい選ぶの大変だったんですけど、結構30種類ぐらいあって、多いですよね。めちゃくちゃ多いですね。それで
選びましたね。であとはすごく安いっていうのと、そうですね、2000円とかで買えるっていうのと、あと本数がめちゃくちゃあるので、そう本数結構あるので、全然減らないし、そうですね、持ちもいいので、かなりコスパはいいと思いますね。あとは、はい、どうですかディフューザーとかは？奥の方のはですね、アクタスで買ったディフューザーになるんですけれども、もともとなんかアクタスのクルティっていうディフューザー買ったんですけど、普段それ使ってたんですけれども、今回こちらでちょっと試そうかなと思って買いました。なんかラベルもちょっと特徴的ですね。なんかそうですね、なんかルラボみたいですよね。かわいい。あとはそのお隣、ガジェット系とかこの辺はありますけど、この辺はアップル製品で結構揃えてらっしゃるんですか？そうですね、アップルウォッチと、あとアップルのヘッドホンですね、これは、普段使いしているものになるので、基本置くとしたらここかなっていう感じで、置いてますね。こういうスタンドとかもこれ付属品なんですか？スタンドだけちょっと別売りで、こちらが確か山崎実業で、Amazon で1000円とか2000円で安く買えますね。可愛いですね、このディスプレイの仕方。ありがとうございます。あとは、このライターとか置いてらっしゃる、これ、どちらで購入されたんですか？これはダルトンですね。800円ぐらいで安く買えるので、結構種類あって、これもちょっと選ぶの結構悩んだんですけれども、基本至る所に黄色とか赤とかオレンジ色のものを置いてるので、それで揃えていこうかなと思って選びました。あとちょっと僕はずっと気になってたんですけど、左側に月刊バンコ、もう世界一可愛い雑誌が置いてあるんですけど、これは普段から購読されてるものですか？そうですね、友達が持ってきたっていうのはきっかけにはなるんですけれども、結構読んでみたら面白くって、で、その友人をきっかけにめちゃくちゃ犬が好きになって、でスマートフォンとかにも犬入れてて、めっちゃ好きじゃないですか。そうですね。どちらも YouTube で普段動画を投稿されているワンちゃんになるんですけど、今回のこの雑誌っていうのも YouTube で動画とかを撮ってらっしゃるワンちゃんが結構多くて、推しがですね、僕がおでんっていう白い犬がいるんですけど、推しがいるんだ。そうですね、普段動画もこの子ですね。この子がすごく犬種がゴールデンドゥードゥルっていうスタンダードプードルとゴールデンレトリバーのミックスの、そうですね、街で見たらすごくラッキーだなっていうのは思いますね。でまだ2歳なんですごく。この子はレギュラーでこの雑誌に出てるんですか？いや、そんなことではないかなと思う。なんかピックアップされて、出てるような形にはなるかなと思いますね。可愛いですね。そうですね。わかりました。あとは今度じゃまた後ろ側ですね。のちょっとお話を聞いていきたいんですけど、ここに洋服がたくさんありますけど、普段こう1ヶ月の中でやっぱ一番お金かけるのは洋服ですか？そうですね、最近インテリアにも興味は持ってきたんですけど、洋服自体は中学生ぐらいからずっと好きだったので、それまで熱は冷めることなく買い続けてます。普段こう洋服購入するにあたって、サイズ感とか素材感とかなんかこだわってるポイントはありますか？そうですね、まずサイズ感は結構大事にしてます。そうですね、結構今年26で結構奇抜な服とかも10代とか、20代前半結構着てたんですけど、26ぐらいになって結構落ち着いた服だったり、あとは気づいたら着てるようなワードローブ的な洋服っていうのを選ぶようにはなってきたので、そうですね、普段の買い物もそれを重視して気づいたら着ているような服っていうのは多めに、買うようにしてます。この中でこう最近買ったものとかお気に入りのものがあればちょっと何着かご紹介いただきたいんですけど、何かありますか？そうですね、全部お気に入りにはなるんですけど、結構それどこのですかって聞かれるのがこのピンク色のボンバーのジャケットになるんですけど、ブランドがですねドモンっていう昔の日本のブランドになって、でグラフィックがですねなんかバイクとか車のこういうライトをちょっと一部切り取ったようなデザインがプリントされてて、それがかっこいいなっていうのと、もともとのボディの形っていうのもすごくかっこいいですし、あとピンクでボンバーってなかなかないので、もうこれはもう即買いだなと思って着て、そうですね、今ではこう一軍の服のそうですね一つになってますね。これも結構どこのですかって聞
聞かれたりいいねって言われるんですけど、シチューシーのニットですね。そう、ロゴをこうちょっと立体感と可愛いですね。そうですね、大切に着ないとボロボロになっちゃうような形なので、結構数回しかまだ着用できてないんですけど、これも本当大切に着てますね。結構これも友人からの受けがいいので今後も着ようと思ってます。これがですね、サスクワッチファブリックスっていう日本のブランドになるんですけど、お花のこう刺繍というかデザインがされたデニムジャケットになりますね。めっちゃ可愛いですねこれ。そうです。これもなんか友人からの受けがすごくいいので、初対面の方と会う時とか印象よく、見られるように着てますね。わかりました。あとはちょっとせっかくなので、はい、今日のコーディネートもちょっと上から下までお尋ねしたいんですけど、聞いてもいいですか？はい、トップスがですね、昔のポール・スミスのウィンドブレーカーですかね。シャカシャカのジャケットになって、で、パンツの方がジェイデットロンドンっていうそうですね、ブランドで海外のブランドになるんですけれども、こちらを通販サイトで海外から取り寄せたっていう感じですね。はい、結構こう見てると洋服もなんかいろんなジャンルのもの着用されてるのかなと思うんですけど、よくチェックするブランドとかショップとかそういうのとあったりしますか？友人がやってる、渋谷にあるですね R っていう、古着屋さんがあるんですけど、そこでですね普段買うことは多いので、そこの洋服は普段チェックはしてますね。あとはカエルとカエルのブランド JW アンダーソンっていうブランドがあって、こちらもコレクションの方は普段チェックをしてますね。ここだと帽子のパックが JW アンダーソンで、これよくこれ一時期ちょっと話題にというか、そうですね、なってましたよね。こういった形でなんかAirPods とか小物がね、そうですね、ちょっと本当なんかそこまで行くときに、財布代わりにしたりして使ってますね。これも結構どこのですかって聞かれることが多いですね。わかりました。はい、あとは洋服ってもともとあれですか、吊り下げはもともと備え付けなんですか？これも自分でやりましたね。これもジモティーでちょっと脚立を借りてきて、それでちょっとこう洋服やっぱりちょっと収納がもともとちょっと少ない、物件にはなってたので、どっか見せれるスペース取れればいいなと思って、ハンガーラックを置くだけだとちょっと微妙かなと思って、ちょっと吊り下げる、表現ちょっとやってみたいなと思ってやりましたね。大体ご予算どれくらいでできるんですか？こちらがですねアート・オブ・ブラックっていう結構安く揃えられるところで売っているものになって、大体3000円で手に入ったので、それとワイヤーですね、セットで売ってるのでそれでやりました。なるほど、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということで響さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあ響さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、普段インスタグラムで洋服の方を投稿しておりますので、もし気が向いたらチェックしていただければ嬉しいっていうのが1点と、あとが友人が古着屋の方を渋谷でやっておりまして、R っていうお店でやっておりますので、もし洋服好きの方がいて、プラダとかミュウミュウとかそういった海外系のブランドが好きな方がいましたら、そちらの方もぜひ足を運んでいただければと思います。はい、ということで気になる方は響さんのインスタグラムと R です。はい、という古着屋さんです。結構ブランド古着が多いんですね。そうですね。ブランド古着と、あと日本の昔のブランドがあったりするので、あと価格帯も安いものからすごく高いものまでいろいろ幅広く取り寄せていますので、はい、気になる方はぜひ足を運んでみてください。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは響さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。